皆さんおはようございます。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。この動画はダンス基礎アップダウンのリズムトレーニング実践動画の中からレベル4の部分を切り抜いてメニューの解説を行っていきます。ダンスが上手い人は個性的な表現になっていることが多いと感じませんか？その使っている技術を説明するってとっても難しいんですが、基礎を基礎通りにやっていないということが多いと感じています。ちょっと何言ってるかわからないという方もいらっしゃるかもしれませんが、具体的には力み方を調整してみたり角度をつけてみたりという一工夫を入れているということです。その中で特に取り入れてほしいなと思っている技術の一つに、リズムを取っている部位を少し傾けて取る技術、フレーバーをご紹介していきますので、ぜひ一枚上の表現をアウトプットするのにお役立ていただければ嬉しいです。アップダウンのバリエーション総まとめシリーズではレベル別に練習していただき、実践的な対応力を上げていただくことを目標としています。全てが余裕を持ってできるようになったらスキルアップしていると実感できること間違いないと思いますので、ぜひコンプリートを目指して頑張っていただければと思います。おすすめ動画の紹介です。ダンスに関する質問に全力でお答えする Q&A レクチャーというコーナーでは皆様からの質問をお待ちしています。その中から肌をさするだけで練習の効果は上がるよということをご紹介している動画があります。本動画の内容のようにより可動域を広く使わなきゃいけないなんていう時におすすめの内容となっています。またアップダウンについてより詳しいやり方やコツを知りたいという方がいらっしゃいましたら、アップダウンの各種解説動画ですごく細かいところまでご説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV ではダンスをさまざまな角度から楽しめるコンテンツをお届けしています。チャンネル登録、グッドボタン、通知ボタンまでぜひ押していただけましたら幸いです。それではスタートしていきましょう。5、6、7、レッツゴー。それではレベル4のメニュー解説を行っていきます。胸や腰のアップダウンに少し斜め傾けを加えていきましょう。私はこの少し傾けて取るやり方を胸のフレーバーって言ったり、腰のフレーバーを入れようねなんていう言い方をしたりします。上下3つずつ方向を覚えていただきたいんですが、胸のアップであれば真ん中、普通に真ん中が上がりますよね。これを右の胸だけ傾ける、体重も少し移動するとやりやすくなります。反対の左胸を傾けるとアップで3つ取れることになります。逆にダウンで3つ、まず真ん中は先ほどまで練習していたもの、それにこの肋骨の真ん中あたりを屈折させるような感じで押し込んであげるような感じにすると、少しこれより上が傾いたり、体重も少し反対側に移動していくようになります。この形を利用してリズム取りに、加えていきたいと思います。パート1では基本的にはシングルシングル
ダブル、これをループしていきますが、16ビートも加えながらツンツクタンツカドゥンツタン、胸のフレーバーを入れながらシングルシングルダブルドゥンツクタンツカドゥンドゥンタン、これパート1です。さあパート2ではダウンになっていきます。先ほども言いましたが、この肋骨のあたりを、屈曲させていくとこ、ダウンエンドダウンエンドドンツクパツンツクパツカドゥンツクパ。さあパート3、4は腰のフレーバーになります。先ほどと同じく真ん中でアップを取った、斜めにアップを取った、斜めにアップを取った、この形3つ覚えてください。それでは腰のダウンの3箇所ですね。まずはここですね、ダウンのポジション、そして少し傾ける、少し股関節のツイストを入れてあげるようにするとお尻斜めで取りやすくなるので、股関節意識してあげるといいと思います。こういう感じですね、こういう感じですね。はい、3つ箇所を覚えたらパート3ではアップシングルシングルダブルになります。シングルシングルダブル、16ビートのテイストを入れてくださっても構いません。ブンツクパンツクブンブンパン。パート4ダウンの方になります。エンドシングルシングルダブル、シングルシングルダブル。意外とね、こういう傾けるっていうのが振り付けに入ってきたりするのが多いんですけれども、メニュー化して練習していくっていうのはなかなか見ないので、結構ねこれたくさん練習することで自分のニュアンスできていきますので頑張ってください。さあパート5からはさらに応用になっていきます。今のねフレーバーを利用しながらスイングのリズム取っていきましょう。パート5ではこのスイングさせるお茶碗型を描いてやっていきましょう。まずはこっち側、そして真ん中のダウン、そして反対のフレーバー、これを円状につなげていけばスイングのリズムが完成していきますので、スイングのテクニックですね、ごめんなさい、スイングのテクニック、このようにお茶碗型を描く、はい、このように V 字を描かないように意識していきましょう。これをシングルシングルダブルとやっていきます。せーの、シングルシングルダブル、シングルシングルダブル。バリエーション増やしたいという方はシングルシングルロールに書いちゃってもいいと思います。さあパート6です。今度は山なりのスイングですね。ズなんですが、これ解説していくと片方のダウンフレーバー入れますね。そこから少し胸のロールを入れるような感じで、左側、今右のダウン入ってますね。右のダウンから左のアップに持ってって真ん中通って右のアップ通って左のダウンに行くと、このように持っていくと円を表現しやすくなるので、はい、このような動きマスターするように滑らかにつなげるようにしてみてください。プラスあんまり体重が移動しちゃうとお尻が動いて見えちゃうので、できればお尻は少しコントロールしてあげて、あまり大きく移動しないようにすると胸のスイングできてるんだなっていうことが伝えやすくなると思います。さあパート7になります。肩のアイソレーション前に出すのでアクセントプラス反対にあるダウンフレーバー入れていきましょう。これで上半身だけでもかなり強いアクセントが取れるようになりますので、今後ね追ってステップと一緒にアクセント取るなんていうこともやりやすくなると思います。これもシングルシングルダブルでシングルシングルダブルシングルシングルダブルとやっていただきたいんですが、腕肩抜いた状態でやるとなんとなくさっきのスイングに似てるような気しませんか？ですのでやっぱりこの傾けをマスターしておくというのはいろんな幅、対応力が広がっていくということになるので、ぜひねこの肩のアイソレーションとダウンフレーバーでの練習、アクセントですね、こちらの方練習してみてください。さあそれでは最後のメニューパート8になりますが、私はトライアングルと言っています。トライアングル、胸のアイソレーション平行移動を使ってやるパターンもあるんですが、今回は胸のフレーバー使っていきましょう。片っぽ上げます。今右のアップ、右のダウン、左のダウン、このまま間髪入れずに左のアップ、左のダウン、右のダウンと、はい、これをループしていきます。ちょうど奥行きの三角形を描いているような形になります。カウントでやると1円2円3円4
となります。で、そうしましたら4 end のところでトン、右のダウン入りましたね、左のダウン入りました。ここ32ビートでトントンと体重移動も含めて切り替えてほしいです。そうすると反対側のトライアングルから1 and 2 and 3 and 4、はい、次です。トントン、ここ早いです。1 and 2 and 3 and 4トット、1 and 2 and 3 and 4トット。中級や上級になってくると振り付けの中で32ビートが入ってきたりしますので、それに慣れるという意味でもトントン、こういう風に練習しておくのはおすすめです。さあ、このレベル4について1点補足、注意点です。アップダウンというのは基本的には上下で取るということになりますので、横に取ってしまってはニュアンスが変わってきてしまいます。あくまでもフレーバーを入れるというのは縦の範囲の中でリズムを取っていきたいので、よく見られがちなミスとして、例えばこういうリズムですね。はい、これもちろんスタイルでこれがお好みならいいんですが、アップダウンのリズムトレーニングとしてはしっかりと斜め45度よりも薄い形でもいいかもしれません。お好みで45度以内に縦でリズムを取れるように、はい、ここら辺までで収めといて横にならないように注意をしていただきたいです。もちろん腰も横にならないように縦で取るということが大事だと思ってください。さあ、ここまで1から4までのレベル、いろんな種類のリズムの取り方をお伝えしてきましたが、たかが上下で取るだけなんですけれども、いろんな部位、そしてその掛け合わせでいろんなニュアンスでリズムを取ることができるんだということが分かっていただけたかと思います。ですのでアップダウンっていうのはかなり奥が深いものになりますので、全てのパターンを紹介するということはできなかったんですけれども、皆様の中でこれとこれは混ぜ合わせられるなんて考えると面白いんじゃないかなというふうに思います。アップダウンのクオリティを上げてダンスのレベルアップを図っていきましょう。皆さんお疲れ様でした。レベル4のアップダウンのリズムトレーニングはいかがでしたでしょうか。アップダウンのフレーバーって簡単そうに見えますよね。でもやってみるとすごく難しいと感じる人が多いようです。うまく動かせないという場合はまだ体幹の力が弱いという人が多いですし、リズムが崩れてしまうという人は通常のアップダウンのリズトレの時に意識して音楽を聴いてないという場合が多いです。一歩前の段階を見直してみると今やりたいことのスキルアップにつながるっていうケースもありますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは簡単に復習していきましょう。胸のフレーバーを練習していきました。腰のフレーバーも練習していきました。こうして傾けることによってスイングなど面白いリズム取りの応用へ発展していくことになります。フレーバーはアイソレーションとの掛け合わせで個性表現につながっていくので、絶対にマスターしていただきたい技術となっています。おすすめ動画の紹介です。振り付けを解説している動画、各ジャンルたくさん公開しています。今まで練習してきたことを実践的に活かすにはとか、ネタの参考になると思いますので、ぜひご覧ください。フレーバーの使い方なんていうのも参考になると思いますし、肩の力み方とかが入るだけでも同じ振りでも人によって雰囲気が違うんだなっていうことも感じるチャンスがあると思います。またアップダウンのバリエーション総まとめシリーズではレベル別に練習していただき、より実践的な対応力をアップさせていこうという狙いがあります。アップダウンについて詳しいやり方やコツの方を知りたいなという方がいましたら、アップダウンの解説各種動画出しています。その中ですごく細かいところまでご説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。関連動画は概要欄にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンまでポチッとよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。私はあと1年ほど経つとダンス歴が30年になるんですけれども、毎年1月にはアップダウンを含めたダンスベーシックを必ず見直すようにしています。今年はアップダウンのバリエーションを全部確認してみようということで、ついでだからという意味も含めて動画にさせていただいています。
なんか1月にダンスのベーシックを確認することでその年の成長が上がるんじゃないかなっていうふうに考えてこれを続けているんですけど、今回皆さんとアップダウンのバリエーションに触れることができてとても嬉しく思っています。今年もリズムの取り方だったりとかボディコントロールについてレクチャーに力を入れていきたいと思っていますのでよろしくお願いいたします。あと、今年チーム結成25周年なので少しばかり応援いただけましたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。